自分の仕事はこのままでいいのだろうか。職場では AI の話ばかりが聞こえてくる。同僚は新しいツールを次々と使いこなしていく。一方で自分は何から手をつけていいのかよくわからない。このままでは淘汰されてしまうのではないか。時代の変化についていけないのではないか。気づいた時には自分の場所がなくなっているのではないか。今のままでは先細りなのではないか。そういう漠然とした不安を抱えてはいないだろうか。その不安には根拠がある。2023年ゴールドマン・サックスのレポートが発表された。世界で約3億人分の仕事が AI による自動化の影響を受ける可能性がある。2025年スタンフォード大学の研究はさらに踏み込んだ。22歳から25歳、つまり社会に出たばかりの若者たち。AI に最もさらされている職業で彼らの雇用は 13% 減少していた。しかしここで立ち止まって考えてみてほしい。これは AI 時代に初めて起きていることではない。産業革命の時もデジタル革命の時も人類は何度もこの問いに直面してきた。そして毎回生き残った人と取り残された人を分けたのは能力の差ではなかった。なぜ時代の変化に取り残される人と生き残る人がいるのか。その答えを200年前に一人の博物学者が見つけている。彼の名はチャールズ・ダーウィン。これからダーウィンの進化論を手がかりに変化を生き抜く者の条件を私たちの仕事と暮らしの中で考えていく。ただダーウィンの話に入る前にまず確認しておきたいことがある。時代の変化に取り残されることは現代に始まったことではない。歴史を遡ると人類は何度もこの問いに直面してきた。そして生き残った人と取り残された人を分けたのは毎回能力の差ではなかった。その事実をまず歴史の中で見ていこう。1811年、イングランド北部のノッティンガム。これまで手織りで生計を立てていた職人たちがある夜工場に押し入った。彼らが破壊したのは新しく導入された自動織機だった。ラッダイト運動と呼ばれるこの抵抗は1816年まで続いた。職人たちが叫んだ言葉が残されている。エノクが機械を作り、エノクがそれを壊す。エノクとは機械を作った技師の名であり、同時に彼らが手にしていたハンマーの愛称でもあった。しかし彼らは止められなかった。政府はナポレオン戦争で動員された兵力を上回る1万2000人の軍隊を投入。1812年には機械を破壊する行為に厳罰が定められた。職人たちは絞首刑か流刑か沈黙を選ばされた。そして興味深いのはその裏側だ。同じ時代機械化の波に乗った人物がいた。リチャード・アークライト。彼は紡績機を改良し特許で守り、工場という新しい労働の形を作り上げた。ジェームス・ワットとマシュー・ボールトンは蒸気機関を商業化した。打ち壊した職人と乗りこなした起業家、両者を分けたのは能力ではない。このパターンは200年の間に何度も繰り返されてきた。20世紀後半、肉体労働から知識労働へ。アメリカでは製造業の雇用が縮小し、金融と IT が新しい産業の中心になった。2000年代、デジタル革命、写真フィルムは消えた。ファックスは過去のものとなった。紙の地図はスマートフォンに置き換わった。そして今、AI 革命。2015年、野村総合研究所はオックスフォード大学のオズボーン准教授、フレイ博士と共同研究を行い、ある推計を発表した。日本の労働人口の約 49% が10年から20年後に AI やロボットで代替可能になると。時代の転換期、毎回誰かが取り残され、誰かが新しい場所にたどり着く。そして毎回両者を分けてきたのは才能でも若さでも知識量でもなかった。では生き残った人々は何を持っていたのか。
その答えは200年前のある航海から始まる。1831年、22歳のチャールズ・ダーウィン。彼はケンブリッジ大学を卒業したばかりのまだ無名の青年だった。植物学教授ヘンズローの推薦でイギリス海軍の測量船ビーグル号に博物学者として乗り込む。航海の予定は2年、だが実際には5年に及ぶ世界一周になった。南米の海岸線を測量しながらダーウィンは膨大な観察を重ねていった。化石、植物、動物、あらゆるものに目を凝らしノートに書き留め標本を集めていく。そして1835年、航海も終盤に差し掛かった頃、彼はある場所にたどり着く。エクアドル沖太平洋上の火山群島ガラパゴス諸島。ここで彼ら見たものが後に世界の科学を変えることになる。しかしダーウィンはすぐには発表しなかった。1836年に帰国してから20年以上沈黙を守り続けた。理由は複数あった。慢性的な体調不良に苦しんでいたこと、フジツボの分類研究に8年を費やしたこと、そして何より自分の発見が当時の宗教観を根底から揺るがすことを彼自身が誰よりも理解していたからだ。ダーウィンは友人への手紙にこう書いている。種が変化することを認めるのはそれほど重大な告白に等しいと。当時の宗教的世界観を覆すことの重みを彼は誰よりも自覚していた。これが理由だ。そして1859年、ついに彼は種の起源を出版した。初版1250部は初日に完売した。ここで多くの人が誤解している言葉がある。最も強い種でも最も賢い種でもなく、変化に最もよく適応した種が生き残る。これは進化論の革新を表す言葉として広く知られている。進化論の革新は強さではない、賢さでもない。英語でフィットネスと訳されるこの概念は絶対的な能力の高さを指していない、環境との一致度を指している。つまり強さとは環境が決めるものだ。環境が変われば強さの定義そのものが変わる。ではダーウィンはガラパゴスで具体的に何を見たのか。そこに変化に適応するための2つの異なる型が現れていた。南米大陸から約1000キロ離れた海上に19の主要な島々が浮かんでいる。それぞれの島は火山活動で生まれ、植生も気候も異なる。生き物たちはこの隔絶された環境で独自の進化を遂げてきた。ガラパゴス諸島は進化の実験場だ。ダーウィンがここで観察した動物の中には進化の2つの型が鮮やかに現れている。1つ目がガラパゴスフィンチ。約200万年から300万年前、南米から漂着したたった1種のフィンチ。それが現在では14種から18種にまで分化している。しかもただ数が増えただけではない。それぞれが住む島の食料に応じてくちばしの形を変えていったのだ。硬い種子を食べる島では太く頑丈なくちばし、昆虫を捕まえる島では細く尖ったくちばし、サボテンの花の蜜を吸う島では細長いくちばし、そして果実を食べるフィンチもいれば、枝やトゲを道具のように使って木の穴から虫を釣り出すフィンチもいる。そして中には海鳥の皮膚をついて栄養を得る種すら現れた。進化生物学ではこれを適応放散と呼ぶ。一つの共通祖先が新しい環境やニッチに合わせて多様な姿に分かれていく現象だ。ここで重要なのはフィンチたちの核は変わっていないことだ。彼らは皆変わらず食べることで生きている。だが何をどうやって食べるかという道具を変えることで、それぞれの島で誰にも侵されない生存の場所を確保した。一つの種が複数の生き残りの道を獲得したのだ。これが適応の一つ目の型、広げる型だ。そしてもう一つがガラパゴスの黒い溶岩の上に這う奇妙なトカゲ、
ウミイグアナ。世界に唯一存在する海で生きるトカゲ。彼らの祖先は約450万年前、陸イグアナだった。本来陸の植物を食べて生きていた爬虫類だ。だがガラパゴスの陸地は火山島で植生が乏しい。すでに別のイグアナたちが陸の植物を食べ尽くしていた。しかし海岸に目を向けると誰も食べていない海藻が広がっていた。冷たい海流が運ぶ栄養豊富な海藻が無尽蔵にあった。ある祖先個体が足を濡らす程度の試みから始めた。やがて世代を重ねるうちに彼らは別の生き物のように姿を変えていった。平たい尾は水をかく推進力となった。長い爪は強い潮流の中でも岩にしがみつくため、その鼻には海水と一緒に飲み込んだ塩を排出する特殊な線が発達した。冷たい海から戻ると黒い皮膚で太陽熱を効率よく吸収する。驚くべきことにエルニーニョで食料が乏しくなると彼らは骨を吸収して体長を最大 20% も縮めることができる。彼らは陸の競争を捨て新しい場所へ、誰とも競合しない独自の地位を獲得した。ダーウィン自身は彼らをこう書き残している。2、3フィートのこの上なく醜く不器用なトカゲ。ある観察者は彼らを闇の子鬼と呼んだが、彼らが住むこの土地によく似合っている。大胆な適応はその時代の同時代人には奇異に映ることがある。だがその奇異さこそが新しい生存の領域を切り開く。これが適応のもう一つの型、移る型だ。広げるか移るか。ガラパゴスは変化への適応における2つの異なる戦略を私たちに見せている。ダーウィンの法則は動物だけのものではない。私たち人間の社会にも同じ2つの型が確かに存在している。まず広げる型から見ていこう。フィンチがくちばしを分化させて複数の生存の道を獲得したように、人間社会にも広げる型は確かに存在している。例えば通信手段の進化を思い出してほしい。人と人が意思を伝え合うという核となる目的は人類が言葉を持って以来一度も消えていない。だがその手段は環境に合わせて分化してきた。紀元前ののろし、紀元前3500年のシュメールのくさび型文字、19世紀の電報、1876年のアレクサンダー・ベルの電話、1971年に生まれた E メール、1992年の SMS、2007年の iPhone、そして2010年代のビデオ会議。新しい手段が登場しても古い手段が完全に消えるわけではない。手紙も電話もメールも SMS もビデオ会議も全てが今並列に共存している。それぞれが異なるニーズに最適化されているからだ。これはガラパゴスフィンチが食料に合わせてくちばしを分化させたのと全く同じ構造だ。そして企業のレベルでも同じ法則が働いている。1994年、ジェフ・ベゾスが立ち上げたアマゾンは当初オンラインの本屋に過ぎなかった。だが彼の戦略は最初から明確だった。エブレシングストア、つまり地球上のあらゆるものを買えるお店にする。1998年に音楽とビデオを加え、2000年にマーケットプレイスを開設。2006年には AWS、クラウドコンピューティングのインフラを開放。2007年には Kindle で電子書籍へ。2014年にはエコーでスマートホームへ。Amazon の売上構成を見ると、2023年時点でオンライン物販はまだ全体の 40%、残りの 60% は AWS、広告、サブスクリプション、サードパーティーサービスなど創業時には存在しなかった事業だ。形を変えるとは単に見た目を変えることではない。それまで届かなかった価値あるリソースに新しくアクセスできるようになることだ。同じ核を保ったまま道具の形を変えることで生存の基盤を多様化させていく。そしてもう一つの型、ウミイグアナが陸の競争を捨てて海へと移ったように、人間社会にも
映る方は確かに存在している。それを別の物語で見てみよう。1837年のパリ、マドレーヌ寺院の近くでキエリ・エルメスという男が小さな工房を開いた。彼が作っていたのはバグと蔵だった。19世紀後半、エルメスのバグはヨーロッパ各国の王室御用達となるまでに発展した。ロシア皇帝ニコライ2世も彼の蔵を愛用した。しかし20世紀の初頭、世界が変わる。自動車の登場だ。1900年代初頭、米国には2000万頭を超える馬がいた。だが20世紀半ばにはその数は数百万頭にまで激減する。馬車の時代は終わろうとしていた。エルメスの事業はその存続そのものが危機に瀕していた。3代目のエミール・モーリス・エルメス。彼の選択がこの物語を大きく動かす。彼はある旅で米国に滞在していた。そこで彼の目を引いたのが、当時アメリカで普及し始めていたジッパーという技術だった。エミール・モーリスはフランスでジッパーの独占使用権を取得した。そしてそれを革製品に応用していった。1922年、最初のレザーハンドバッグ。1937年、シルクスカーフ、カレ。1949年、ネクタイ。1961年、香水、カレーシュ。100年後、エルメスは世界最高峰のラグジュアリーブランドへと姿を変えた。バグという形は変えた。だが、革を扱う職人の手仕事という核は守り続けた。陸の食料が枯渇した時、海へと進出した海イグアナのように、エルメスもまた自らの主戦場をバグから新しい領域へと移していった。どうだろうか、広げるか、移るか。あなたの今の状況ではどちらが必要だろうか。自分の人生では何を選び、どう動けばいいのか。少し想像してみてほしい。職場で今のやり方を変えようとしない上司や同僚がいる。自分はこれで成功してきたという。もう年だから新しいツールは無理だという。キャリアの岐路に立っている。動くべきか、とどまるべきか、何が正解か誰も教えてくれない。業界そのものが大きく変わろうとしているのに、自分の専門は揺るがないと信じ込んでいる人がいる。こうした場面で私たちは無意識にいくつかの誤解を抱えている。一つ目の誤解、適応とは才能だ。これは違う。観察と思考を続ける習慣の問題だ。二つ目の誤解、適応とは若さだ。これも違う。70歳から新しいことを学び続けた人は無数にいる。年齢は変化を妨げる本当の理由にはならない。三つ目の誤解、適応とは知識量だ。これも違う。むしろ古い知識を捨てる勇気の方がはるかに重要だ。では具体的にどう動けばいいのか。ここからは変化の時代を生き抜くための3つの行動指針を伝えたい。1つ目、観察を絶やさない。業界、社会、テクノロジーの変化を毎日5分でも追う。新聞でもいい、ニュースレターでもいい、若い世代の声に耳を傾けてもいい。気づいた時にはもう遅かったを避ける唯一の方法は、観察を日常の中に組み込むことだ。2つ目、小さく試す。大きく変える前に小さく試す。新しいツールを1日30分だけ試してみる。新しいスキルの本を1冊読んでみる。失敗のコストを最小化しながら変化の筋肉を鍛えていく。ウミイグアナの祖先も最初は足を濡らす程度の試みから始めた。私たちも同じだ。3つ目、過去の成功を捨てる勇気を持つ。今の能力を作ったやり方が次の時代も通用するとは限らない。これで成功したを握りしめている限り人は変われない。過去の成功を捨てる勇気は自分を否定することではない。
むしろ自分の核を信じているからこそ形は変えられる。変化に適応するとは、毎日少しずつ昨日の自分と違う自分になることだ。あなたは今日何を一つだけ変えられるだろうか。最後にもう一度問いに戻ってみよう。なぜ時代の変化に取り残される人と生き残る人がいるのか。200年前、ダーウィンが見つけた答えはこうだった。取り残されるか生き残るかを分けるのは能力の差ではない。変化に応じて自分を変え続けられるかどうかだ。ガラパゴスフィンチはくちばしの形を変え続けた。ウミイグアナは住む場所そのものを変えた。そしてダーウィン自身も20年もの沈黙の中で自分の理論を何度も書き直し磨き上げていった。彼もまた変わり続けた人だった。ここまで聞いてあなたの中で問いが少し変わっているかもしれない。自分には何ができるかではなく、自分は変化し続けているか。生き残るのは変わり続けるもの。ダーウィンがガラパゴスで発見した進化論は、時代の変化の中にある現代の私たちに重要なメッセージを問いかけている。インテリジェンスキュレーターは、膨大な情報の宇宙から真に価値ある知識を選びお届けします。教養は知性を磨き、人生を自由にする。チャンネル登録はこちら。